こんにちは、山下夏実です。8月22日土曜日、今日は平塚海岸でスキムボード練習していきました。コナミ予想だったんですが、まさかのサイズアップとまではいかないけど、ここ最近の中だとね、比較的波が少しあって、なんとかですがね、少しいい波来てたかなっていうふうに思います。本当に久しぶりにちょっとまともな波で練習したんじゃないかなっていう気がするぐらい、今日の波サイズでもいいと感じる波でしたね。本日もライナー波ですね。オールライナーかな。本当にこういう感じのね、ワンアクション系とかワントリック系のライナー波でしたね。かなり地形が安定してますね、今は。本当はね、もうちょいいいショアブレイクが決まるピークとかでやりたいんですけど、そこはあんまり贅沢は言わないということで、こんだけね、綺麗な形で来てるだけでも本当十分なんじゃないかなっていうふうに思います。結構メロウに乗っていく感じで、ワントリック、最後ワントリックとかワンアクションって感じの狙い方ですね。これとかもライナー側かな、しっかりグラブ安定させて、さあいいサンドドロップの伸び方だね。180いい感じだね。少しちょっとリップの上に乗っちゃったかなっていう風に思うんだけど、どっちかっていうと今のはね、元々フローター狙いで乗ろうとしてたんで、読み間違えた系ですね。どっちかっていうとライナーから、これはフロントビッグ狙ったんだけど、波が掘れてたね。少し板が外れやすかった。リッピングからハーフスピンでのライナーだね。メロウなスープでのフロントサイドからフロントビッグ、このフロントもいい感じだね。これは難しい。フロントビッグ狙い惜しいですね。これ着地までは今度できたんだけど、レールが抜けてたからメイクしきれなかった感じかな。これかなりいいですね。かなりロングライドだね、今のは。見ていただければ分かるんだけど、多少波面がよれてたんですよね。綺麗な波っつってもやっぱり少しオンショアの影響を受けてたというか、残っていたっていう表現の方が正解かな、前日の。その影響でちょっとよれてる感はあったんですけど、そのよれにも負けないぐらい波長が8秒あって、そのおかげでいい波が来てたかな。これとかもいいんじゃないかな。ターンしていいですね。今のエアかなり立体的に飛んでるように見えたね。取ってる角度もありがたいことにいい感じだね。今度はビッグスピン、ビタだね。ビタ着、これやばいね。ナイスライド、高さもあったしベストライドに近いかも。スプレーターンからのライナー狙い、ちょっとライナーでつまずきましたね。スプレー狙ったことによってレールが入りきってなかったね。無理にスプレーを出そうとしてた。かなり今の平塚はここのワンポイントのライナーを狙う感じだね。見ていただければ分かるけど、本当にワンポイントなんですよね、この部分。少しでも外れるとこうやって抜けてしまう、失速してしまうとかがある。ここですね。ここのライナーのワンポイント、バランス崩してボディーボードスタイルに切り替えて最後テイクオフ。これよくリカバリーしましたね。点数は全くつかないんじゃないかな。多少は評価してほしいですけど、リカバリー能力が今のはありましたね。いいライディングだったと思う。これとかは
スプレー狙いだね。スプレー出そうとしすぎてカメラの前でちょっと雑でしたね今のは。これは一瞬リップの時に捕まったから180で抑えきる。リップでの360だね。本当は飛ぼうと思ったんだけどタイミングが合わなかった感じ。いいねこのダウンザライナー、スピード感ある。テイクオフでギャップ食らいましたがしっかり飛んでいく。今の飛び方かなり分かりづらいけどおそらく高かったんじゃないかな。180いいね。軽く飛ぶスタイルの180だね今のは。テイクオフスプレーターン、足元が揃っちゃったね。このライナー軽くていいですね。ナイスライド。このライナーもいいね。軽く乗れっせ、かなり綺麗に乗れてる。この180もかなりいいですね。今日は180の飛び方が全体通してかなり良かったんじゃないかな、こう振り返ると。っていうのも高さが結構出てるんですよ全体的に。ライナーした後の、これとかちょっと低いけど結構状態先導の使い方が多分今日は特に波にうまく合わせてできてたんじゃないかな。あんまり意識はしてなかったんだけど、自分の中でも今日飛びやすいなっていうのがあったんで、かなりそこの部分に関しては良かったポイントなんじゃないかな今日の中でも。いいねこのライナー。少し見上げてますね上を。ドローンにカメラ目線してほしいですね。このハーフスピンいいね。ストール、ハーフスピンストールでしっかりメイクするスタイルだね。これはどうだ。オーリー、このオーリーもね高いんだよね。そのフラットオーリーも今日はそこの辺飛び方がかなりうまくいってたんじゃないかな。調子良かった部分だと思う。あまり狙ってそこを高くしようっていうよりかはシンプルにそこが今日に関しては良かった部分じゃないかな。やっぱこういう波っていうか流し波系は特にですよね、ワントリックが必要となってくるんで、そういう時にやっぱり人より少し味のあるとか完成度の高いトリックとかターンであったりも一緒だけど、それらを持っていると、かなり大会とかの、コンペティションの部分では有利になっていく点じゃないかなと思います。フリーライドとかだとねあんまりいいのかどうかわかんないですけど、あとはこういうスピナーとかね。このスピナーはあえて回転を速くしましたね。これはフロントラップか。いいですね。ここに来てフロントラップ、こんな感じで結構ねいろいろやれることがあったかな。あとはちょっと砂利が多いのがね今見たら分かると思うんですけど、ちょっと石が今多いからね、怪我とかボードの破損とかにはちょっと注意しながらやることにはなりそうですね、このポイントでやるのであれば。とりあえず、今日に関しては、かなりいい練習というか
狙い方、合わせ方っていうのを、調整できた部分かなと思います。この辺とかちょっと風吹き始めちゃって波が潰れてきちゃってた感じの時間だね。少し難しいながらにって感じでしたね、この辺りは。そう、こんな感じで消えちゃうことがあったから、これとかはね比較的分厚く来てるから、ちょっと乗れるけど最後刺さっちゃったね、惜しい。こんな感じで、今日はインサイドライナー並みをメインで、狙っていく感じでいい練習できたかなっていうふうには思います。今後平塚で9月末に開催されるチャレンジカップ、スキマンチャレンジカップに向けて、大会会場付近で練習することもあると思うので、その辺もこうやって動画作ったりとかライブ配信で話したりなどしていくんでね、よければご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。見晴らしはもうね、新しく作ってる。